おはようございます。たかしです。本日は11月3日木曜日、ただいま8時13分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは大きめの陰線。これで3日連続陰線になっております。そして、先週のこの強い上昇ですね、そこを打ち消す形で下落してきてますので、もうしばらく下落が続く可能性というところも考えておきたいです。現在はこの緑のボックスの上限付近まで戻ってきておりますので、ここは押し目買いポイント、冷やしでの押し目買いポイントになる可能性もあるんですが、GMMA までもう少し距離がありますので、もう少し下落する可能性というところも考えておきたい。ただ、ここからどんどん売っていけるのかっていうと、そういうわけでもない。つまり、このボックスの上限ですし、ここは過去にも意識されているところですので、ここから押し目買いとして反発する可能性、そしてまだ GMMA まで下落する可能性という2つの両方の可能性がありますので、その辺を見極めながらトレードしていくのがいいのかなと考えてます。インジケーターストキャスティックスはまだ安値圏までは下落余地があります。ただここですね、過去の反発ポイントも近いですので、この辺で反発してくる可能性もありますので、本日あたりで下げ止まってそこからの上昇ということも考えられます。マクディに関してはデッドクロスしてきてますので、ここから大きく下落に入る可能性もあるんですが、やはり基本的には冷やしの GMMA は上ですので、ここ今ですと GMMA が166.5 付近、この辺ぐらいまで下げてくる可能性もあるんですが、その辺がどうなるかというところです。では4時間足です。4時間足では緑のエリオット波動をイメージしておりました。これがここで5波が終わった可能性っていうのも考えられます。現在は下落中ですので、もしエリオット波動がこれで完成しているのであれば、ここの修正波に今入っていると考えられます。そうすると今が A 波、そして B 波、C 波。という風になっていくのかなと。で、ターゲットとしては一旦はここですね。このオレンジのライン。ここが 164.865 というライン。ここが4時間足の目線切り替えポイントです。この辺ぐらいまで下げてくる可能性。そしてもう一つですね。この濃い方のオレンジのラインですね。38.2%。ここが 163.153。これがこの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% になりますので、この辺ですね。163円から165円ぐらいの間、ちょっと値幅としては大きいのですが、その辺ぐらいまで下がってくる可能性というところを考えておきたいです。ただ、現在は日足のボックス上限にありますので、現在地付近から反発する可能性もあります。ここっていうのは過去にだいぶ揉み合っているところですので、ここから反発してもおかしくないので、一旦は反発を待ちたいところですね。今、1時間足では下落トレンドを描いてます。ただ、4時間足では今、GMMA はまだ横向きになりかけたところですので、ここから大きく下落するかどうかと言われると、まだ何とも怪しいところです。まだ反発するかもしれませんし、日足の GMMA がこの辺を走ってますので、もう少し下げたところは反発ポイントになりますので、この辺は乱高下しやすいところになってくるかなと思ってます。買い足では下落トレンドでまだ下げそうなんですが、上位足、4時間足以上ではそろそろ反発してもおかしくないところかなというところまで下げてきましたので、その辺に注意してトレードしていく必要があります。ストキャスティクスは今安値圏、マクディは下落モメンタムを維持中なんですが、ストキャスティクス安値圏なのでここから売っていくのはあまり優位性がありませんのでおすすめはしないです。では1時間足です。この強い上昇の視点を昨日割ってきてますので、1時間足は目線が下になってます。ただ4時間足はここのオレンジのラインを下抜けるまでは上っていうところで、1時間足は下、4時間足は上、日足は上ですので、分かりにくい動きをしそうなそんな感じですね。現在はこの過去の黄色のボックスの中に戻ってきてますので、これはまたボックス内トレードというところで、ボックス下限でのロング、上限でのショート、そして抜けた方へついていくというスタイルがい
いいですね。基本的に1時間足の GMMA は下向いてますので、下落トレンド中というところで上がったところを売っていくという、そういうトレードをしていくのがいいです。ただ、上がるっていうのを待たないといけませんので、今のこのじりじり下げている状態、ここからボックス加減までもう少し距離があるから、ここまで下げるだろうという、ここからのショートエントリーっていうのは危険ですので、そういうのはやめた方がいいです。一旦 GMMA 付近まで上昇してきて、ここで上げ止まりを見せるのなら、そこからのショートエントリーで狙っていくのはいいですが、ボックス内トレードっていうのは必ずボックスの加減、上限まで来るというわけではありませんので、下限まで来ればロングエントリー、上限まで来ればショートエントリーっていうのを待って、そこからのエントリーをするっていう、そういうスタイルですので、その辺を間違えないようにしていただきたい。そして、このボックスを下抜けた時っていうのは結構抵抗がありますので、どこで反発してくるかがわかりませんので、あまりここから下抜けたとしても、ついていくのは、おすすめはしないですね。どちらかというと、中期的な上昇を見込んで、次はこの辺まで下がってきたところでは反発を見ていくのがいいのかなと。ただ、今、短期的、本日は戻り売りがいいと思いますので、上がったところを売っていくという、そんなスタイルでいいのかなと。それでもやはりこのじりじり下げている相場っていうのはすごくやりにくいですので、あまりトレード向きではないのかなと思いますので、5分足とか15分足、その辺でトレードできれば、そこでチャンスを見ていくのがいいとは思ってます。どちらにしても分かりにくいところで無理なトレードをする必要はないと思ってますので、分かりやすい形になるまで、先ほど言ったこのボックスの下限とか上限に来るのを待つっていうところを意識していくのがいいと思ってますので、参考になれば幸いです。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。